こんにちは、プリマバレットクラス田中です。今回はバレスの10点またご紹介となります。やっぱり10点はいろんな動きが、10点だけじゃなくてパドシャバルだったりピケだったりとか盛りだくさんな内容なので、やっぱりちょっと皆さんあれはてななんか音もう終わっちゃったみたいな感じでレッスンも終わってしまっていたので、ぜひ復習にお役立ていただけたらなと思って動画アップしていきます。ぜひ最後までご覧いただいてもう復習バッチリだな、予習もバッチリだなと思っていただけたら嬉しいです。では早速始めていきましょう。前座で手を開きました。そしたら前にピケ足を出してもアウトの状態からインとアウトピケで行います。そしたら10手を2つ入れてクペ5番、横も一緒ピケインアウト、この10手10手クペ5番、後ろまで行ってください。アウトインアウト、この10手10手クペ5番。そしたらパドシャバルを横にだけ2つ入れて出したらインアウト、しっかり足をムチのようなイメージで使って後ろ側にしないでください。そして後ろから一緒アウトインアウト、2回10手クペ5番、バッキーが逃げないように頑張っていってください。1、2、3、4、5、6、7、8、インアウト、しっかり伸ばして前の番にしまって終わりになります。この振り付けの中でぜひ押さえていただきたいのがピケをしながらのインとアウトの動きです。ピケをしてインとアウト5番って入っていきますよね。ピケはこうやって弾む動きです。インとアウトをするのはここの弾んでいる空中でインとアウトを行っていくと思ってください。でインとアウトってなるとこういう風に行きたくなるんですけれども、インとアウトしているのはこの足の付け根、骨盤の中に入っている股関節が回るのを意識してください。絶対にお尻とか骨盤でインとアウト作らないように、この足の付け根が回っていて、よりターンアウトするために必要な細かい筋肉たちを総動員させながら股関節をピケの足、強い足の状態でもしっかり動かせているかどうかチェックしてください。結構後ろが意外と難しいと思うんですね。後ろに行ってる時に、もうすごく開いている状態からインに持っていくと、その反動でグッとこっちに入りたくなるんですけれども、骨盤はそのまま本当股関節だけが真ん中にずっと入っていけるように、本当もうこれは、自分の感覚でももちろん捉えていただきたい感覚なんですけど、本当に鏡を見ながらしっかり骨盤同じ高さかな、形変わってないかなっていうのを細かくチェックしながら、ぜひインとアウトの動きを細かい筋肉たちと動員させて、よりターンと強い足が作っていけるように、ぜひこちらのポイントは押さえていってあげてください。次のところはこのクペ5番に下ろすところですね。ちょっと横から見ていっていただくと、クペ下ろすってただ単に足をちょっと持ってくる動きになってしまう方もこれもよくお見かけするんですけれども、クペ持っていくところ必ず軸の足に絡みついていって、隙間のない5番が最後もできるように、少し足の裏ギュッというゴミをもっとキャッチしに行くようなイメージでクッペに持っていって、スッと5番、隙間のない5番が作れるように全部の方向ぜひ頑張ってみてください。今回だったら、ピケの動きと、10手の動きと、パドシャバールとかいろんな動きが入ってきていますよね。ぜひその全ての動きの質感をぜひ捉えていっていただきたいなと思います。ピケだったら床の上でグッと弾むような軽やかでも突き刺してる強い足、10手も5番から出ていくグッという力強く、そして空
空中で止めなくてはいけないので、すごくパワーがいると思います。で、パドシャバルとかだったら見た目すごく柔らかく伸びているように見えるんですけれども、ムチがこうしなっていくようなイメージで、足のラインがどんどんそういう質感を自分で意識的にしながら練習を重ねていくと、絶対足のラインがもっともっとなんか変わっていくと個人的には考えています。なので、ただ用を覚えてしまう、動きを覚えてしまうというより、その動きの本質、質感をぜひご自身で捉えていただいて、それをどんどんこう表現、再現できていけるように、ぜひぜひ普段のレッスンで落とし込んでいけるようにレッスン頑張っていきましょう。ピケの足の股関節を必ず回すこと、そしてピケの足の時に足首だけで床をトントンとノックしてしまわないようにも気をつけてあげてください。こちらの動き、しっかり足さばき、はっきりと動かしながら、ムチのようにしなやかに力強く動かしていきます。動きにとらわれてしまって軸足体がガチガチと固まってしまわないようにも気をつけてください。軸足体は常に引き上がっていて、同じ上に伸びる力、床を押す力がイコールであることを確認しながら、ぜひ動いていきましょう。反対側もどうぞ。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとすっきり復習できたわと思っていただけたら、ぜひいいねボタンで教えてください。チャンネル登録まだの方はぜひ励みになりますので、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたします。オンラインレッスンや出張レッスンについては概要欄に詳細など記載しておりますので、気になる方ぜひぜひご確認ください。それではまた。